メタン、日本の小学生って一人で電車に乗るのだ。そうよ。小学1年生でも一人通学が普通の国。それが日本なの。1年生って6歳だよね。海外じゃ考えられないのだ。アメリカのある調査では、子供を一人で外出させたことがあると答えた親に、虐待かもしれないと通報されたケースが報告されているわ。子供を外に出しただけで通報？日本とは真逆なのだ。フロリダ州では9歳以下は監督なしで外出禁止の法律があるの。法律まであるのだ。厳しすぎるのだ。イリノイ州では14歳以下を一人で外出させると保護者が逮捕されるケースもあるわ。14歳以下まで？それって中学生も一人でいちゃダメなのだ。地域によってはそうなの。アメリカでは子供の一人歩きは社会的タブーに近いのよ。俺はアメリカ在住の父親だ。日本出張中に衝撃的な光景を見たんだ。どんな光景なのだ？6歳くらいの子が一人で電車に乗ってる。思わず大丈夫か声をかけたよ。その子はどうしたのだ？学校に行くから大丈夫ですって笑顔で答えた。俺は震えが止まらなかったよ。その反応こそが日米の文化の違いよ。日本の子供はそれが当たり前だから不安を感じていないの。当たり前だから怖くないのだ。安心できる社会なのだ。2024年の調査で日本の小学生の約 78% が徒歩または公共交通で通学しているわ。 78%、ほとんどの子が一人で通ってるのだ。一方アメリカでは 90% 以上の子供が保護者の送迎か専用スクールバスで通学よ。なんでそんなに違うのだ？まず誘拐件数が全然違うの。アメリカでは年間約80万件の子供の行方不明が報告されているわ。80万件？日本で見知らぬ人による誘拐は年間わずか数十件よ。桁が全然違うのだ。なんで日本はそんなに安全なのだ？理由は5つあるわ。1つ目はランドセル効果よ。あの目立つバッグが地域全体への守ってください信号になってるの。ランドセルが守ってくれてるのだ。どういう仕組みなのだ？日本では小学生のランドセルを見ると大人が自然と目を向ける文化があるの。見守らなければという意識が自動的に働くのよ。なるほど。視覚的なサインになってるのだ。2つ目は地域の見守り文化。PTA と老人会が毎朝通学路に立って子供を見守るわ。ボランティアが毎朝いるのだ。すごい文化なのだ。全国の小学校区で約200万人の地域ボランティアが見守り活動をしているとされているの。200万人？それってすごい数なのだ。これは地域で子育てという文化が日本に根付いているからよ。3つ目の理由は何なのだ？子供に声をかける大人の文化よ。迷子の子や泣いてる子がいたら見知らぬ大人でも声をかけるの。海外じゃ逆に怪しまれるのだ。そう。アメリカでは見知らぬ大人が子供に声をかけただけで通報されるケースがあるわ。声をかけたら通報？怖すぎるのだ。でも日本では商店街のおじさん、コンビニの店員、公園のおばあちゃんが当たり前のように声をかけるの。地域全体が家族みたいなのだ。俺の娘はニューヨーク育ちだ。10歳でも一人で公園に行かせるのが怖い。それが普通なのだ。大変なのだ。日本に引っ越した友人の子供は7歳から一人で近所の商店街に行ってる。俺は信じられなかったよ。4つ目の理由は防犯カメラの密度よ。東京には推計で約50万台の防犯カメラがあるわ。ロンドンに次ぐ世界2位の密度よ。50万台。見えないところで守られてるのだ。人通りの多い場所には平均20メートルごとにカメラがある地域もあるわ。20メートルごと視覚がほとんどないのだ。犯罪者心理として撮られているとわかると行動を抑制する効果があるの。5つ目の理由は何なのだ？自販機文化が安全の証拠よ。自販機が安全の証拠なのだ。自販機は現金が入ってる機械よ。それを深夜でも路上に置いておける国ってどれだけ安全かわかる？破壊されたり盗まれたりしないのだ。確かにすごいのだ。アメリカの自販機の多くは頑丈な金属ケージで囲われているわ。盗難、破壊対策でね。ケージで囲う？日本とは別世界なのだ。妻が日本の通学の動画を見て自分の国が恥ずかしいと言って泣き出した。俺も泣きそうだったよ。そこまで感動するのだ。外国の親にとって子供が安全に一人で歩ける社会は夢のような話なの。でも日本人には当たり前なのだ。その当たり前こそが財産よ。世界から見たら奇跡なの。世界のネットではどんな声があるのだ？ SNS には外国人のコメントが溢れてるわ。日本の子供が羨ましすぎる。なぜ日本だけができるのか。世界中が注目してるのだ。ある外国人 YouTuber が東京の子供が一人で電車に乗る映像を撮ったら一晩で1000万再生を超えたわ。1000万？それだけ世界が衝撃を受けてるのだ。2024年エコノミスト発表の安全な都市ランキング。東京が3位、大阪が12位よ。ニューヨークはどこなのだ？ニューヨークは25位、ロンドンは32位よ。それでも世界的には安全な都市なの。それでも日本の方がずっと上なのだ。殺人発生率で比べると日本はアメリカの20分の1よ。人口あたりの数字でね。20分の1。
圧倒的な差なのだ。この安全は自然には生まれないわ。他人を守る文化が何十年もかけて積み上げられた結果よ。文化が安全を作ってるのだ。日本人ってすごいのだ。外国人に言われて初めて気づく日本人が多いけど、これは本当に誇るべきことよ。当たり前すぎて気づいてないのだ。俺は子供を連れて日本に移住することを本気で考えてる。子供が自由に走り回れる国がここにある。それはすごい決断なのだ。実際に日本移住を検討する外国人家族は増加しているわ。子供の安全を理由に挙げる人が多いの。安全な環境を求めて日本に来るのだ。ただ、一つ注意しなければいけないことがあるわ。何なのだ。日本の子供の安全は社会が自然にそうなったわけじゃないの。意識的な取り組みの積み重ねよ。どういうことなのだ。1990年代、日本でも子供の安全が問題になった時期があったの。神戸連続児童殺傷事件は1997年よ。それは知ってるのだ。衝撃的な事件だったのだ。あの事件の後、PTA や地域が本気で動き始めた。今の見守り文化の原点はあそこにあるわ。悲しい出来事がきっかけだったのだ。そう。安全は努力で作られるもの。日本の大人全員が守ってきた結果が今の日本なの。文化が安全を作ってるのだ。日本人ってすごいのだ。外国人に指摘されて初めて気づく人が多いけど、これは本当に誇るべきことよ。当たり前すぎて気づいてないのだ。あのアメリカ人の父親は言ってたわ。日本は子供に自由をくれる国だ。アメリカは安全のために自由を奪う国だって。深い言葉なのだ。自由と安全が両立してるのが日本なのだ。そうよ。世界の多くの国では安全か自由かどちらかを選ばなければいけない。でも日本は両方を持っているわ。それが日本の奇跡なのだ。俺の子供がいつか日本で一人で電車に乗ってみたいと言った。それが夢になってるんだ。日本が夢の国になってるのだ。その夢が当たり前の国が日本よ。世界の子供たちが羨む奇跡の国なのだ。日本の子供たちがのびのびと育つ背景には地域コミュニティの力があるのよ。コミュニティってどういうことなのだ。自治会、商店街、老人会、PTA が子供を中心につながっているの。日本特有の社会構造よ。日本の地域社会が一体となって子供を守ってるのだ。だから見知らぬ大人でも子供を地域の子として認識するの。他人事にしないのよ。それが当たり前になってるのが日本なのだ。日本の安全は全ての大人が作っている。その誇りを忘れないでほしいわ。日本の大人みんなが守ってくれてるのだ。ありがとうなのだ。最後に一つだけ、あなたの住む地域の見守りボランティア知ってる？知らないのだ。知らない人が多いわ。でも静かに続けてくれてる大人たちが日本の子供を守っているの。知らないところで守られてたのだ。日本の安全は当たり前じゃない。守ってくれる人たちへの感謝を忘れないでね。日本に生まれてよかったのだ。みんなありがとうなのだ。今日も日本の素晴らしさを再発見できたのだ。今日の動画はここまで。面白かったらチャンネル登録お願いします。次の動画でまた会おうなのだ。今日の動画はここまで。面白かったらチャンネル登録お願いします。次の動画でまた会おうなのだ。